神様にお任せで勝手にお金が流れ込む本。お金持ちになる準備はいいですか？お話を始める前に、まず皆さんに福の神をご紹介します。何？福の神？一体何者なんだよって思うかもしれませんね。もしかして貧乏神のやってる振り込め詐欺的なものなんじゃないの？なかなか面白いこと言いますね。でもね、そういうとこなのよね。あなたをお金から縁遠くしてしまうのは。せっかく天があなたにお金を与えようとしているのに、どうせ自分にはそんなうまい話なんてありえないって疑ってしまう。あなたにはいくらでもお金を受け取る価値があるのに。まあ、そのあたりに関しては、おいおい詳しくお話しするとしましょう。福の神っていうのは、あなたにお金や豊かさをもたらす創造の源のことです。私のブログでは、万物の創造の源を宇宙という言葉で表現しているので、ブログの読者の皆さんにとっては、この宇宙という言葉の方が馴染みがあると思います。でも、この本はお金がテーマなので、もっと身近に感じられるように、福の神って呼ぶことにしました。これ以降、福の神が登場したら、そういう意味なんだなって理解してくださいね。さて、読者の皆さんの中には、今月の家賃を何とかしないことには、という切羽詰まった状況の方もいらっしゃると思います。まずその状況から脱する可能性が見えないことには、他の話をしてもなかなか耳に入りませんよね。ですから、そういう状況から脱するために、まずお金に困らなくなるために理解しておく必要のある大前提をお話しします。この理解があるとないとでは大違いです。基本中の基本ですので、しっかり理解してくださいね。大丈夫です。ちゃんと福の神はあなたの力になってくれます。福の神はあなたに与えたくてたまらない。最初に言っておきますよ。あなたにお金をもたらしてくれる福の神は、あなたがもしもどんなに三日坊主で飽きっぽい人でも決して見放したりしません。なぜって、あなたがどうして三日坊主になってしまったのか、その背景から何から全部わかっていますから。あなたのことなら何でも知っている。あなたよりもあなたのことを知っている。だから三日坊主のダメダメ人間だなんて思わない。それどころか、どんな時もあなたのことを愛している。いつもお金や豊かさを与えたくてたまらないんです。あなたが節分の時くらいしか思い出さなくてもね。この際ですから、もじもじしている福の神に代わって真相をお伝えしますね。実はね、福の神はあなたの親も同然なんです。あなたは生まれた瞬間に忘れちゃったかもしれないけれど、あなたはそもそも無限の豊かさ、福の神から生み出されたのです。だから福の神はあなたを我が子のように思っています。あなたが人間としてこの地球に誕生して以来、ずーっと見守ってきた。ただね、人間は自分がそもそも福の神から生まれた完全無欠の豊かさそのものだったんだってことを生まれた瞬間に一旦忘れることになっているんです。そこから様々な経験をしながら、もう一度自分は本当は豊かさそのものだったんだなって思い出すことによって、さらに深く豊かさを体験するために地球という星に人間として生まれてきたんですよ。だからおいそれとばらせないんです。もしもあなたが自分は本来完全無欠な豊かさそのものだったんだって思い出したとしますよね。そしたらあなたが幸せになり満たされる方向にお金も流れ込むようになるんです。だけどあなたがどうせ私なんてとかこんな自分じゃダメだとか無限の豊かさとは違うものを自分だと思っている限りはお金って流れ込まないようにできているんです。だから福の神は早く思い出してほしいなって思ってるの。だけど今月の家賃も払えないよ。一体どうしたらいいのさってくらいお金に苦労しているのを見るに見かねて、この本の中でこっそりばらすことにしたわけです。
おい、勘違いするなよ。お前は決してお金に縁のない存在なんかじゃないんだぞ。そろそろ思い出さんかい。って我慢できずにこの本を通して伝えたくなったわけ。つまりあなたはお金や豊かさに縁遠い存在なんかじゃないってこと。それどころか本来豊かさそのものだってこと。だからお金に困るってことは本来ありえないことなんだってことをまずしっかりと認識することがお金を不自由なく受け取れるようになるための大前提です。そのことをよく覚えておいてくださいね。あなたが頑張るより福の神の方があなたを豊かにできる。さっきあなたはそもそも福の神から生まれた完全無欠の豊かさそのもので、そのことを生まれた瞬間に一旦忘れて、もう一度思い出すために地球という星に人間として生まれてきたって言いましたよね。そうなんです。忘れちゃったわけです。本当の豊かさがどういうものなのかを。そして人間の親に育てられ、社会で様々な経験をし、雑誌やテレビの情報を散々浴びた結果、お金とはこういうものだっていう価値観が刷り込まれました。例えば、お金は汚いものだ。お金は苦労しないと稼げないものだ。お金は人生を狂わす。というものもあれば、人生は金次第。お金さえあれば思い通りに生きられる。お金をたくさん稼げる人が成功者だ。というようなものもあります。どれも本当の豊かさとは違います。本当の豊かさとは何なのか、勘違いしている状態でお金持ちを目指したり、願い事をしたりしたところで幸せなお金持ちになんてなれると思いますか？例えば、とにかくお金さえあれば幸せになれると思っていた人が、死に物狂いでお金を稼ぎ、年収1億円の社長さんになれたとします。でも昼夜を問わず仕事ばかりしていたために、家庭を顧みず奥さんが愛想を尽かして出て行き、そのストレスからお酒を飲むようになって、今度は自分の体を壊してしまったり、なんてこともあるんです。安全で最短のルートは別なところにあるのに、こっちの方が早いって勘違いして別な方向にハンドルを切り、気づいたら車一台通るのも難しい山道に迷い込むようなものです。あなたがどんなにお金に対して勘違いをしていようとも、福の神は本当の豊かさとはどういうものなのか、そしてあなたが幸せなお金持ちになるためにはどういう道筋をたどればいいのか、全部わかっています。ですから、福の神にお任せしてしまった方が早く幸せなお金持ちになれるんです。その上、福の神は無料です。本物の神様ってのはそういうもんですよ。何の見返りも求めません。なんて太っ腹なんでしょう。さすが福の神って呼ばれるだけのことはありますよね。福の神には頼み方ってものがある。さっきも言いましたけど、福の神はあなたに豊かさを与えたくてたまらないんですよ。福の神にとって一番嬉しいことは金の延べ棒を備えてもらうことじゃありません。あなたが真から満たされて幸せなお金持ちになることです。泣けるな。なんていい神様なんだ。だからどうしようもない時には遠慮しないで助けを求めてもいいんです。今までだって散々神頼みをしてきたけれど、ちっともうまくいかなかったよって思うかもしれませんね。それにはいくつか理由があるんですが、一番のネックは福の神への頼み方を知らないっていうことです。例えばね、あなたが達人の寿司職人だったとします。今一番美味しいネタはどういうネタで、それをどういう風に料理して出せば最も味が引き立つのかもよくわかっています。こっちのネタは油より塩の方がいいとか、こっちのネタはちょっと炙った方が旨味が凝縮されて香りも立つ、みたいなことを熟知しているわけです。その上、大体その人の顔を見れば、どんなネタが一番好みなのかも分かっちゃうほど、めちゃくちゃ達人だったとします。それなのに、寿司が全然分かっていないお客さんが来て、せっかく最高のお寿司を食べさせてあげようと思っているのに、あんたさ、
どうして素手で米握ってんの？ゴム手袋をしてくれないかなってトンチンカンなことを言ったり、魚はやめてくれる？やっぱり鶏の唐揚げ定食にしてとか言われたらやる気がなくなりませんか？黙って任せておけば最高のお寿司を食べさせてあげるのに、なんでこの人は寿司屋に来てわざわざ唐揚げ定食なんか頼むのかなって思うでしょ？それと同じなんですよ。福の神の方があなたのこともお金のことも熟知しているんですよ。それなのにお任せしているようで、結局は自分の思い通りにコントロールしようとするからうまくいかなかったんです。あなたには唐揚げ定食くらいのオーダーしか思いつかないかもしれないけれど、福の神はあなたが食べたこともないようなもっと美味しいものを提供することができるんです。だからこうじゃなきゃ嫌だとか、これだけは困るとかコントロールしようとせずに、美味しいものが食べたいくらいのことはお伝えして、あとは思う存分腕を振るってもらったらいいんです。そしたら唐揚げ定食なんていう限界を超えたスーパーエクストラウルトラ特上寿司みたいなものが出てくるんです。福の神はあなたの親も同然ですから、絶対悪いようにはしません。悪いようにしないどころか、あなた一人では到底できないようなミラクルを起こしてくれたりするってことです。だから福の神に頼むなら、信じてお任せしてください。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は神様にお任せで勝手にお金が流れ込む本という本をご紹介します。お金がなくて将来が不安。今月の家賃も払えるかわからない。働いても働いてもいつもギリギリ。こんな方いらっしゃいますか？頑張っても頑張っても全然報われない。どうせ自分なんて。こんな風に思っている方いらっしゃいますか？もしもあなたがそんな方なら、おめでとうございます。あなたにぴったりの豊かさを受け取る方法があるんです。放っておいてもお金が流れ込む体験してみませんか？著者は本チャンネルではおなじみの大木幸乃さん。小学校教師、コピーライターなどを経てスピリチュアルの世界で仕事を始められ、宇宙にお任せして魂の望むまま生きようと決意した時から、想像を超えたラッキーやミラクルが起こり、八方塞がりの人生が自由で豊かな人生に転換した大木さん。本チャンネルでもとにかくたくさんの本をご紹介させてもらっている大好きな作家さんの一人です。そんな彼女が今月の家賃がままならないレベルから、放っておいてもお金が流れ込むレベルにまでレベルアップする、お金の神様に上手にお任せしてお金や豊かさをたっぷり受け取る方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。福の神への具体的なお願いの仕方。さて、それでは具体的なお願いの方法をお話ししていきますね。先ほどごちゃごちゃ細かい注文をつけずに、大体の方向性だけ伝えて、あとはお任せすればいいということをお話ししましたよね。ですから、切羽詰まっているなら、まずはこんな風にお願いしてみてください。福の神さん、あなたにお任せしますから、これができるように助けてください。それによってどうなろうと何が起ころうと完全にお任せします。ってお願いする。特にこの部分が重要です。一旦そうしてお任せしたなら、本当にそれによって何が起ころうとも受け入れてくださいね。その覚悟があれば、福の神は縦横無尽に働いてくれます。あなただってそうじゃありませんか？信頼して任せてくれる上司だと力は発揮しやすいし、ちょっと難しい仕事だって一肌脱いじゃおうって気にもなったりするでしょ。
そこまで潔くお任せしてくれたら、福の神はもう大張り切り。そして、よーし、スーパーエクストラウルトラ特上寿司を出しちゃうよ。っていうことになるわけ。ただ、このスーパーエクストラウルトラ特上寿司には、超絶美味しいネタも出てくるけれど、たまーにあなたが見たこともないし、食べたこともないようなネタが出てくる場合もあります。こんなもんどう見たってゴム草履にしか見えんぞっていうぐらい見た目が怪しいネタも出てきたりするわけ。ただし、ここからが超重要ポイントですので、心してお聞きくださいね。どんなに文句を言ってもいいけれど、それによってどうなろうと何が起ころうと完全にお任せしますって腹をくくったんだから、出されたものは口に入れて飲み込むってことです。そのゴム草履っぽいネタは実際食べてみたら変な味だったりするわけ。それでもこのネタを勇気を持ってよく噛んで飲み込んだとしたら、どうなると思いますか？多分人生が変わります。このネタは実は魔法のネタだったんです。魔法のネタにはあなたの貧乏体質を断ち切る力があるんです。そのネタにそんな力があったっていうことはよく噛んで飲み込んだ人にしかわからない。でも多くの人は口に入れた途端に変な味がするのでそのまま吐き出してしまうんですよ。残念。ここが分かれ道だったのにね。これ食べちゃうとお金に困らない体質に変わるのにね。魔法のネタはどういうタイミングで出されるのか。さて、この魔法のネタ、一体どういうタイミングで出てくるかっていうと、あなたを一気にステップアップさせるタイミングで出てきます。ちまちまぼちぼちじゃなくて、ガラッと変わる木が熟した時にやってくるんです。例えば、ある人が本当は寒がりなのに、冷蔵庫みたいな職場でアイスの箱詰めのパートを続けていたとします。確かに過酷な労働環境である分、他の仕事よりも時給は高い。でも、もうこんな寒いところで仕事をするのは嫌。本当はやりたいことをしてお金持ちになりたいって思っていました。それで福の神にお願いすることにしました。福の神さん、私はもうアイスのパートを辞めたいです。本当に好きなことでたくさんの人に喜ばれるような仕事をしてお金に困らない生活がしてみたいです。でも自分が何をやればいいのかよくわかりません。あなたにお任せしますから何とか導いてください。それによってどうなろうと何が起ころうと完全にお任せします。どうかお願いします。それを聞いた福の神は、この子は今の状況が限界に来ているようじゃな。これは一気にステップアップできるタイミング到来だな。ぐふふ。そんじゃ魔法のネタ、行ってみよう。で、早速魔法のネタを繰り出しました。なんとそれから3日後、そのアイスの会社から箱詰めロボットを導入することにしたので、もうパート社員はいらなくなりました。で、いきなりお払い箱にされてしまいました。確かにアイスのパートは強制的にやめられたけど、収入源がなくなって困ってしまいました。そんな時、家のポストに1枚のチラシが入っていました。そのチラシにはこんなことが書いてあります。この度、〇〇市では市民の皆さんが使わなくなったものや自分で作ったものを販売するフリーマーケットを開催することになりました。ふるってご参加ください。それを読んで失業中の彼女は自分の着なくなった服や使わない結婚式の引き出物でも出して生活費の足しにしようかなって思いました。でも次の瞬間にふと、自分で作ったものを販売してもいいって書いてあるよな。思い切って得意の野菜クッキーでも焼いてみようかってひらめき、いっぱいクッキーを焼いて出店しました。そしたらそのクッキーは大好評。あっという間に完売。出店者へのアンケートに野菜クッキーが美味しいと書いてくださった来場者が何人もいて、事務局から次回は食品ブースでクッキーオンリーでやってみませんかという話までもらいました。みんなに喜んでもらったことが嬉しくて、毎回張り切ってクッキーをたくさん焼き、その度に完売。
その大盛況ぶりを見た地元商店街の組合長に、運転資金を融資するから空き店舗にクッキー屋さんをオープンしてみませんかとのお誘いを受けました。自分の好きなことだし、このチャンスを生かそうと勇気を持って決断。準備期間を経て、そしてついに野菜クッキー屋さんがオープン。開店と同時に行列ができて、午前中には売り切れの日々。野菜クッキー屋さんは大繁盛になりましたとさ。彼女のお財布事情はどうなったかって？もちろん、アイスのパートをしていた時とは比べ物にならないほど豊かになりました。お金に困らなくなっただけでなく、心も満たされました。だって、自分の愛するものを提供することで、こんなにもたくさんの人が喜んでくれるようになったんだもの。当然心も満たされますよね。これは例え話だけれど、本当にそういうことってあるんですよ。魔法のネタを口に入れて飲み込んじゃう勇気のある人には、こういうミラクルが本当に起こるんです。だから逆に魔法のネタが出てきたなって思ったら、3段階くらいステップアップできるところまで来たんだなって思っていいってこと。そして尻込みしないで、チャンス到来って飛び込んじゃえばいいんです。そうすれば魔法がいよいよ働き出し、今までとは人生がガラリと変わります。幸せなお金持ち体質に変わってきた兆し。魔法が動き出して幸せなお金持ち体質に変わってくると、今までとは感じ方も生活のスタイルも合う人も変わってきます。どういうことが起こってくるかというと、空が青いだけで幸せだなって感じる。いつものご飯がとても美味しく感じられ、自然に感謝の気持ちが湧き上がってくる。近所の人に笑顔でおはようございますって言われただけで愛を感じる。何の根拠もないけれど、何事もうまくいくような気がしている。かっこつけずに正直に自分のことを話せるようになってきた。これらはほんの一例ですよ。おいおい、どうしたんだ？空が青いだけで幸せだなんて、人間やめて仙人にでもなろっていうのか？違う違う。浮世離れした仙人みたいになったわけじゃないんです。お金があってもなくてもそもそも幸せなんだっていう境地に達しただけです。本当に欲しかったものはお金じゃなかったんですよ。何を求めていたかというと、お金が何不自由なく手に入ることによって感じられると思っていた充足感や自己需要感だったんですよ。だけどそれらはお金が手に入っていなくても、私はありのままで完全だっていう自己需要がしっかりできていれば十分に感じられるものだったんです。もしもそこを履き違えて、とにかく金だって思って生きたとしますよね。本当の幸せはブランド物のスーツを着てブイブイ言わすことでもないのに、それを目指してお金を手に入れようとしたら、本当に幸せなお金持ちになれると思いますか？何が幸せなのか、本当の充足感はどこから来るものなのか、全然分かっていないのに幸せなお金持ちになんてなれないでしょ。それで仮にお金を稼げるようになっても、お金以外のことがうまくいかなくなって不幸なお金持ちになってしまうだけです。そして結局こっちじゃなかったって軌道修正をせざるを得なくなるんです。もう一度自分に尋ねてみてください。あなたにとっての幸せって何ですか？あなたの意識は今どこにありますか？前みたいにとにかく金だって思っていますか？些細なことでも嬉しいとかありがたいって感じられるようになってきましたか？なんだか知らないけど、自分はきっとお金に困らなくなるって気がしていますか？自己需要がある程度進んだところで、一体どんな人生を送りたいと思っているのか、もう一度自分に聞いてみてください。それはきっと以前とは違っているはず。あなたにはあなたの居心地がよく自然体でいられて心から満たされる幸せの形があるんですよ。これからちょっとそれをはっきりさせていきましょう。世間で言われる成功が幸せとは限らない。とっても大事なことを言いますね。こういう状態こそが自分にとって本当に幸せだって感じる生き方を貫くと、
そこに向かって必要なお金がどんどん流れ込んでくるようになります。いいですか？自分にとって本当に幸せだって感じる生き方ですよ。私たちはずーっと自分にとって本当の幸せって何なのかわからないまま生きてきたところがあるんです。だってこれまでこういう自分じゃダメって思ってきませんでしたか？自分のハートの声に従うんじゃなくて、世間のスタンダードをクリアすることを幸せだって勘違いしてきませんでしたか？それを目指して頑張ってきませんでしたか？もしもこの質問の答えがイエスなら、自分にとっての本当の幸せはずっと顧みられてこなかったってことです。はっきり言いますね。世間で言われるこういう人こそ成功者っていう枠に無理やり自分を当てはめようとして生きても幸せなお金持ちにはなりません。傍から見ていくら羨ましがられるような生活をしていたとしても、本人はやりたくもないことを毎日しなきゃいけなくて、心の奥では満たされていなかったりするんです。福の神はね、ちゃんと分かっている。どういうスタイルがこの人に一番合っていて、最も深く充足感が得られるかを。そこに向かってお金もラッキーも出会いも与える準備ができているんです。だったら遠慮しないであなたに一番合う生き方をしたっていいじゃないですか。あなたにとって一番幸せを感じる仕事のスタイルってどんなスタイルですか？私は絵を描くことが3度のご飯より好きだから、それが仕事なら別に他のことをする時間なんてなくてもいい。食事の支度やお掃除は誰か別な人にやってもらいたい。とにかく朝から晩まで創作に没頭し続けたい。それこそが私の求める生活だって思うなら、もちろんそれもあり。私は仕事ばっかりっていうのは嫌だな。仕事は1ヶ月に10日もすれば十分。それから1年に1ヶ月間完全給与の月も欲しい。とにかく自分の好きなことを何でもできる時間がある生活の方がいいなって思うなら、そっちでもいい。私は自営業や経営者だと落ち着かない。安定している会社で決まった時間に出勤して決まった時間に終わるっていう生活の方が快適。一人で何かするよりも会社のような組織の中でみんなで力を合わせて何かをやる方が楽しいっていう人は堂々とサラリーマンをやればいい。要はあなたにとってどういうスタイルが一番自分に合っているかなんです。あなたはどのくらいの時間を仕事に当てたいですか？どのくらいの時間を余暇に使いたいですか？自分にとってベストな生活のスタイルをはっきりさせておきましょう。また、お金は人に稼いでもらって違う形でその人に貢献するという生活が好きだっていう人もいていいんです。つまりね、結婚して旦那さんに稼いでもらって自分は家のことをしているっていう生活も選んでいいってこと。あるいは家の生計は基本的に旦那さんがしっかり立ててくれて、自分は家事の合間にクリスタルのアクセサリーを作って、それをネットでちょこちょこ販売するみたいにお小遣い稼ぎをするくらいが幸せっていう場合もある。主婦って立派な仕事ですからね。お給料という形ではお金をもらっていないかもしれませんが、毎日食事を作るのも、掃除をするのも、お洗濯をするのも結構大変な仕事ですよ。それが大好きで、家族の笑顔のためにいろんな工夫をしている時に生きがいを感じるっていう人だっていて当然。それのどこが悪いのと思います。家にいて家事をすることが好きな生活のスタイルなら、それで何の問題もありません。私は主婦をやってる時にこれ以上ないほどの安心感と充足感を得られるっていうんなら、そういう自分に OK を出す。これが私の幸せスタイルですってあなたがしっかり認めたとしますよね。するとそれは福の神の周波数とも合うわけですよ。そうなるとあなたがお金を稼ぐわけではありませんが、あなたにお金を運んでくれるご主人が昇進したり昇給したりするっていう形で、福の神はあなたにお金を与えてくれます。幸せになれてください。ひたすら今これがやりたいっていうことに没頭し、喜びから生きられるようになってくると、福の神はあっという間にあなたを違うステージに運んじゃいます。
もうこれまでの何かを願って叶えるというプロセスなんてまどろっこしいほど、ちらっとこうなるって思っただけで即座にその方向に向かって現実化してしまう。例えばね、日曜日に混んでいるショッピングモールにでも車で出かけてみて、その駐車場に車を入れようとした時にね、満車になっていたとするでしょ。でも開くって思うでしょ。すると目の前の車が動き出したりするようになりますから。目の前の車ですよ。遠くの車じゃないの。思った途端に目の前の車が動くなんていうことは、ここまで読んで実践してきた皆さんならすでに体験済みかもしれませんね。私もね、しょっちゅうそういうことがあるんですよ。しかも年々その頻度が上がっている。この流れに乗るとね、願うってことがどんどん意味不明になってきますからね。何か願い事、一体いつになったら叶うんだろうって思ったりすることもなくなる。ま、福の神がいいようにやってくれてるんだろうって余裕で思える。今まであんなに実現してほしいって願って、こういうことやったらいいんじゃないかとか、ああいうことやったらいいんじゃないかって悪あがきしていた頃にはどうにもならなかったのに、勝手にうまくいく。あれれって拍子抜けする感じ。どうもね、幸せには際限なんてないらしいですよ。だから皆さん、幸せに慣れてくださいね。幸せを受け取ったら、それを循環させて、どんどん大きな幸せの輪を広げてください。この路線でいけば、受け取るお金の額だけじゃなく、生活のスタイルも付き合う人も環境もこれからどんどん変わります。流れに逆らわないでどこまでも運ばれちゃって。そして見たこともない素晴らしい世界をどこまでも体験してください。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうかね。やっぱり大木雪乃さんの本、めちゃめちゃいいですよね。読んでるだけで元気が出てくるし、宇宙や魂、神様といったものが身近で温かなものに感じてきますよね。そして、あ、これ多分効くなって分かっちゃうんです。本動画では冒頭の空気感だけですが、本書は次のステップでお金の神様に上手にお任せする方法を教えてくれます。今月の家賃がままならないレベル、意識改革のリハビリ期間、幸せなお金持ち体質になる段階、放っておいてもお金が流れ込むレベル。全部読み終わった時、きっとあなたはお金や豊かさをたっぷりと受け取る準備が完了しているはずです。読めばお金に困らなくなり、心まで軽くなる一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。